皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕の好きな漫画を JLPT-N4 や N3 の文法を使って紹介したいと思います。今回紹介する漫画は闇金牛島くんです。闇金牛島くんは真鍋昌平さんが書いた闇金を題材にした漫画です。闇金は違法にお金を貸す会社のことです。テレビドラマ化や実写映画化もされていますが、アニメ化はされていないようなので、海外の方にあまり知られていないと思います。闇金牛島くんの主人公牛島薫は闇金を経営していて、他の従業員と一緒に違法にお金を貸しています。闇金牛島くんでは主にお金を借りに来た客の生活が描かれています。日本の闇が描かれていると言えるかもしれません。なので、主人公牛島薫があまり出てこないエピソードがたくさんあります。闇金牛島くんを初めて読んだ時は、まず人の絵がすごい独特だなと思いました。いろんな漫画を読んできたんですが、こういうタイプの絵はあまり見たことがないです。また、絵がとてもうまくて、景色やキャラクターの周りのものを使った比喩的表現がとても素晴らしいと思いました。キャラクターの気持ちや物語の状況を景色に代弁させるような手法です。ですが、拷問シーンなどは絵がうまいのでめちゃめちゃグロいです。スプラッター映画のようなシーンが時々出てきます。闇金牛島くんには様々な話があります。ヤンキーやヤクザの日常を描いた話はとてもエンターテインメントとして楽しめましたし、サラリーマンやフリーターの日常を描いた話は仕事や生き方について深く考えるきっかけになりました。いろいろな社会問題のドキュメンタリーを見ているような気持ちになる時もあって、その時はかなり暗い気持ちになりました。では次に印象に残っている話を3つ紹介したいと思います。1つ目は4巻と5巻のギャル男くん編です。ギャル男は2000年代に流行った髪型などが派手な男性のことです。牛島くんではギャル男のおが汚いのおになっています。この話は終わり方、最後のコマが衝撃的すぎてしばらく暗い気持ちになっていました。本当の人間関係について考えさせられる話だと思います。2つ目は16巻と17巻の楽園くん編です。楽園くん編は話が過去に行ったり現在に戻ったりするのでとても映画っぽいなと思いました。ファッション雑誌の読者モデル中田がこの話の主人公なんですが、読者モデル5頭の個性が強すぎて今でも印象に残っています。ストーリーもとても面白かったです。3つ目は26巻から28巻の洗脳くん編です。この話は実際にあった殺人事件がモデルになっているみたいです。ある男が暴力や優しさを使って一つの家族を洗脳していく話なんですが、かっこいい男同士の喧嘩じゃなくて、いわゆる DV のシーンがたくさんあるので、読んでいてとても辛かったです。めちゃめちゃグロいシーンもあるので、とても印象に残っています。ですが、僕的にはいい終わり方だったので、それが唯一の救いです。あと、10巻から12巻のサラリーマンくん編では、皆さんが考える典型的な日本の悪い部分が描かれていると思います。ハッピーエンドとバッドエンドが両方あるような終わり方だったので、とても面白かったです。皆さんにも機会があったらぜひ読んでもらいたいです。闇金牛島くんは日本社会の闇を描いた漫画なんですが、とてもクオリティが高いので、単純にエンターテインメントとしてとても楽しめました。こういうタイプの漫画が苦手な方もいると思いますが、興味がある方は
下のリンク先で試し読みができますので、ぜひ見てみてください。これからもいろいろな漫画を紹介したり、漫画の中で使われた単語などを紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画のスクリプトと単語リストも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。